この本は絶対幸せになりたい人のための人生攻略マニュアル本です。今まさに不幸のどん底にいる人、不幸ってほどじゃないけど、なんとなく毎日が冴えないなという人、それなりに幸せだけど、もっと自分の人生良くなるはずだと思う人も、残念ながら私たち、アラブの石油王に道端で出会うことも、尊い推しとうっとり恋愛関係に発展することもまずないわけで、一発逆転なんか期待できない、自分で自分を幸せにするしかない私たちが、それでも幸せになるための本です。神頼みではありません。精神論でもありません。今日から取り組めてずっと使える幸せのレシピです。自分のことも子供や夫のことも悲観して泣いてばかりいた私が、超お気楽、毎日楽しいお花畑ウェイウェイになった方法、それがこの本、心のフローラ論。本を読みまくって幸福について勉強した知識をもとに、よりわかりやすい理論へとまとめてみたつもりです。心のフローラ論は簡単に言えば、自分の心の仕組みを知り、そのありようを変えるための理論です。実はあなたの心の中には生き物が住んでいて、あなたの気分をコントロールしている。そんな風に言われたら、あなたはどう思いますか？どんな感想を持ったにせよ、その感想も実は心の中のあいつの声かも。こんなへんてこな話から幸福になる方法を解説する心のフローラ論。どうぞお楽しみください。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は推しにも石油王にも出会えない私たちの幸福論という本をご紹介します。著者は SNS で話題の考えるイラストレーターかきこさん。親との関係、周囲からの孤立感、夫や子供との関係に悩んだ経験を生かし、暮らしに前向きな変化を起こすことをテーマに、人の生きづらさを解消するべく情報発信をされています。かきこさんのご主人がうつ病で辞職されたのをきっかけに、彼女が幸福について真剣に考え、たどり着いたのが心のフローラ論。心を腸のように一つの臓器と捉えて、心のネガティブな部分を心の悪玉菌、ポジティブな部分を心の善玉菌と考え、心のフローラのバランスを変えることで心の健康を保てるというんです。本チャンネルでは以前に腸に関する本をご紹介しているのですが、確かに心と腸の共通点ってびっくりするほど多い。だから腸に対するアプローチが心にも使えるんじゃないかというわけです。僕的にはものすごく納得させられました。ただ頑張ろう、ポジティブになろうと思っても実際はできないことってありますよね。その理由も実は腸の働きに照らしてみると説明がつくんです。本書のタイトルは結構幅広いユーザーの興味関係を狙ったものだと思いますが、内容はとっても理論的でしっかりしていてかなり参考になりました。かきこさんがイラストレーターということもあってわかりやすいイラストで展開してくれているので、とにかく理解しやすいのもグッドです。本動画ではそんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。幸福とは何か？お金があれば幸せ？愛があれば幸せ？名声があれば幸せ？素敵な洋服やアクセサリー、広くて綺麗なお部屋、愛する人やみんなからの愛。全部持っていても幸せじゃない。そういうことが実際にある。あれこれ集めて本当に願っているのは、自分に満足したいってことなのかもしれない。100億のお金を持っていても幸せになれない人がいる一方で、1円も持たなくても幸せを感じられる人がいます。100万人のファンに愛されても孤独を感じる人がいる一方で、友人も恋人もいないで天涯孤独な生い立ちでも寂しさと無縁な人もいます。こういう例を挙げるのは極端だと思われるかもしれませんが、幸せってお金があればいいとか
たくさんの人に愛されていればいいとか、仕事で成果を出せばいいとか、そういうことじゃないのは間違いないはずです。じゃあ幸福って一体何？それを一言で表すと、お金でも愛でも成功でもなく、満足することです。自分が満足するだけのお金を持ち、満足するだけの愛をもらい、満足するだけの成功を収めること。もうこれで十分、これ以上欲しいものはない。そう思えるときこそ、真の意味で幸福なはず。幸福とは、満足していること。不幸とは、満足していないこと。では、満足できる人と満足できない人の違いは、どうやって生まれるのでしょうか。満足している人は受け入れています。お金がなくて贅沢ができなくても、自分が今食べているものを美味しく味わい、自分の仕事を楽しみ、家ではリラックスして自分の周りにいる人たちを愛している。今の自分に満足し、すべてを受け入れているのです。自己肯定感が高いという言葉を最近よく耳にしますが、まさに幸福とは自己肯定感が高く自分に満足している状態です。無根拠に自分はすごい、美人、仕事ができると思い込んでいる人が自己肯定感が高い人なのではなく、どんな状況に置かれても自分に満足し、自分を愛している人のことを自己肯定感が高い人と言います。幸せになるために必要なものは、お金でも愛でも成功でもないのなら、どうすればいいのでしょうか。それには、ちょっとしたコツが必要なだけなんです。プールの水に浮かぶように、できてしまう人には説明するまでもないぐらい簡単で、むしろ解説するのが難しいこと。これからお話ししたいのは、そのコツのことです。自己肯定できないのは、あなたのせいじゃない。自己肯定って本当は簡単。水に浮かぶような感覚。簡単なんだけど、わからなくなっている人にはすごく難しい。小さい頃はみんなぷかぷか浮かんでたのに、いつの間にかわからなくなっている。でもそれが全部あなたのせいじゃないとしたら、人の心は暴れん坊で、持ち主にも手に負えない。自己肯定感を上げて幸せになるコツって何でしょう？ズバリ、そんなものはありません。コツというほどのことではなく、ちょっとだけ視点を変えてほしいだけなのです。というのも、自己肯定感が高くて幸福な状態こそ私たちの自然な姿であって、いろいろなことを考えすぎてジタバタして自然な姿を失ってしまった結果、自己肯定感が下がり、不幸になっているだけだから。その証拠に、ごく小さな子供の中に自己肯定感が低い子は存在しません。私たちみんな、もともと自分に大満足していたはずなのに、いつの間にかそれを失っているんです。人って本来自然にしていれば水に浮かぶはずなのに、それが難しいと感じる人がいます。そういう人は大抵考えすぎているんです。水が怖い、浮かぶかどうか不安とか考えすぎてバタバタ体を動かし、じわじわ沈んでいっちゃったりして、水に浮かぶのと同じように余計なことを考えるのをやめれば、自己肯定感はスッと上がります。じゃあ余計なことって一体何でしょう？それって要するに、むやみに人と比べたり、物事の悪い面ばかりに注目したり、足りている部分ではなく、足りない部分ばかりに目くじらを立て続けることです。そういうことを全部やめれば、自己肯定感は勝手に上がっていきます。でも、それをやめなさいと言われて、はい、わかりました、とすんなりやめられる人はいません。なぜなら、人は好きで自分を責めたり、けなしたりするわけでもないし、好きで足りない部分に目を向けているわけでもないからです。私たちの心は、私たちの思い通りになんかならないんです。心の仕組みをはっきりと理解できない限り、自分を責めることも、足りないことにばかり目を向けることも、絶対にやめることはできません。心のフローラ論。心も一つの臓器だと考えてみる。そう、
まるで腸みたいに。腸内フローラと同じように、心の中にもフローラがある。お肉や油を摂りすぎると悪玉菌が増えて、ヨーグルトを食べると善玉菌が増えるみたいに。心の善玉菌と悪玉菌も餌のバランスで増えたり減ったり。悪玉菌が増えすぎると心の調子は下向きに。善玉菌を増やせば上向きに。心のフローラのバランスを変えることで心の在り方は変えられる。思い通りにならず私たちを惑わしてばかりの心。ですがこの心ってある臓器と動き方がすごく似ているんです。その臓器は腸。腸には善玉菌、悪玉菌、日和見菌がいて、善玉菌が優位な状態を保つことで健康な状態が保たれるという話はご存知の人が多いはず。これらの菌たちは私たちの中に住んではいるけど、私たちとは別の生き物です。だから、善玉菌増やしてとか、悪玉菌バイバイとか伝えたところで、彼らは耳を貸しません。そこで私たちは、善玉菌の餌になるヨーグルトや野菜を食べ、悪玉菌の餌になる肉や揚げ物を控えたりします。そうしていると、お腹の調子が良くなったのを実感して、ようやく、よしよし、善玉菌が増えているぞ、と確認できますよね。実は、私たちの心で起きていることも、これにすごく似ているんです。心には、ポジティブな部分とネガティブな部分があり、ちょうど善玉菌と悪玉菌のように、私たちの心に住み着き、心の健康を左右しています。腸と同じように、自分の心は目で確認することはできません。それは本当に、私たちとは別の生き物のように、私たちの意思とは全く無関係に動いています。ポジティブになろうと思うことは、自分の腸に向かって、善玉菌よ、増えろと命令するようなものです。それで増えるなら、ヨーグルトはいりません。心をコントロールしようと頑張っても、いつも無駄に終わってしまうのは、これが理由です。ポジティブになろうと思うのなら、心のポジティブな部分に餌をやらなければいけません。ネガティブをやめようと思うのなら、心のネガティブな部分に餌をやらないように注意を払わなければいけません。私たちは今よりもっとポジティブになり、自己肯定感を上げることができます。ただし、間接的な方法によってです。心に住むポジティブな部分を育て、心に住むネガティブな部分を弱らせるような生活習慣を身につけることこそ、正しい自己肯定感の上げ方なんです。ネガティブになるのは、心の悪玉菌の仕業。悪玉菌の餌。それは、ネガティブな感情。なんで私ってこうなんだろう。自己嫌悪になるときは、悪玉菌のお食事タイム。嫌な気分こそ悪玉菌のごちそう。悪玉菌は私たちが嫌な気持ちになるようにコントロール。悪玉菌はムカムカ、イライラを食べに食べて、食べまくると眠りにつき、次に目覚めたときはでっかく成長している。嫌な気分を呼び起こす情報が溢れる現代は悪玉菌にとって天国。心に住む悪玉菌の餌を減らし、善玉菌の餌を増やす生活をするというお話をしました。さて、悪玉菌の餌とは一体何のことなのかと疑問に思われるでしょう。結論から言ってしまうと、悪玉菌の餌は私たちの怒り、悲しみ、憎しみ、恨み、つらみ、妬みなどのネガティブな感情です。頭ではやってはいけないと理解していながら不幸な道を選び取ってしまったり、自分自身や自分の愛する人に文句や暴言ばかり吐いたりしてしまうのは、ネガティブな感情をたくさん食べるための悪玉菌の策略です。悪玉菌はいつもあなたがネガティブな感情に支配されるための情報を探し回っています。テレビを見ているときは芸能人のゴシップや政治家のスキャンダルに注目させ、あなたの批判的な気持ちをもぐもぐ食べ始めます。SNS を見ているときは
友達がアップした豪華なパーティーの写真に悪玉菌は注目させ、あなたは惨めな気持ちになり、悪玉菌のお食事タイムです。そして、そんな気持ちになった自分のことが嫌でたまらず、自己嫌悪に陥ります。悪玉菌は自己嫌悪の気持ちをもぐもぐもぐ。ごちそうさま、おやすみ。そう、悪玉菌はお腹がいっぱいになると眠ってしまう傾向にあります。次に何かのきっかけで悪玉菌が目を覚ましたとき、眠りにつく前より随分と体は大きくなり、もっとたくさんの餌が必要になってきます。心の中の悪玉菌がどんどん太っていくと、自分や他人を痛めつけて不幸になる方へと突っ走るようになり、テレビや SNS を見るまでもなく、自分のやることなすことに心の声で批判を加えます。自己肯定感が低いと言われている人たちの多くは、心の中の悪玉菌が大きすぎる人たちです。悪い面に注目して自分を批判ばかりしている。あなたの中の悪玉菌はどうでしょうか？大きくなりすぎていないでしょうか？心の善玉菌の生態。善玉菌の餌はポジティブな気持ち。何かに夢中になっているとき。あんなに頑張れるのは善玉菌の影のサポートがあるから。幸せに成功している人は善玉菌の力を借りるのが上手な人たち。善玉菌が増えると行動できる、努力できる、物事を改善できる、それも簡単に。もしあなたが頑張れない自分にうんざりしているなら、善玉菌が減って弱っている証拠。彼らに気づいてあげて大切にしよう。悪玉菌の餌はネガティブな気持ちでした。では、善玉菌の餌は何でしょうか？それはもちろん、あなたのポジティブな気持ちです。嬉しい、楽しい、ワクワクする、大満足。そういう気持ちを感じると、善玉菌は大きく育ちます。善玉菌が優位になると、悪玉菌が優位になった時と真逆のことが起こります。物事のポジティブな側面ばかりに目が行くようになったり、ポジティブな感情を味わうための行動を全く苦労せずに行えるようになったり、幸福な方へと引っ張られていき、他人と自分をどこまでも大事にすることができます。嬉しいことや楽しいことに夢中になっているとき、努力を努力とも思わず必死に目標に向かって走っていけるとき、私たちがポジティブな方向へ自分を走らせているとき、そこには必ず善玉菌の力が働いています。心の中の善玉菌が優位になっているから、喜んでいくらでも努力ができるのです。あなたにも善玉菌に後押しされて驚くべき結果を残したことがあるはずです。その証拠に日本語が話せますよね。気づかないうちに日本語をマスターできたのは、まだ悪玉菌が増えすぎていない子供の頃に善玉菌に後押しされて努力を努力とも思わずにたくさん練習をしたからです。そんなの当たり前すぎて練習とか努力とか言わないよと思われるかもしれませんが、それこそ善玉菌が後押ししている時の努力の感覚です。大好きな映画を見るためにわざわざ隣町まで足を運ぶこと、自分が勉強したいと思っている分野を学ぶこと、ヘルシーなものを食べたいと思っている自分のために手をかけて自炊すること、周囲の人を思いやり、見返りを求めない心からの親切を行うこと。悪玉菌が優位だと私たちはこのような行動が取れません。こうしたいな、あれをしたいな、こうなってたらいいな、でもめんどくさい。でおしまい。善玉菌を育てましょう。惜しみなく餌を与えて元気にしてやりましょう。心の細菌バランスがいいって最高。心の細菌バランスが改善してくると、世の中の見え方がまるっきり変わってきます。好きなものや好きな時間が増えて、嫌いなものや嫌いな時間が減っていく。するともちろん人生が楽しくなって、楽しい人生を送っている自分が素敵だと思えてくる。自分を愛するってつまり自分の毎日を愛すること。
毎日を輝かせるのは大げさじゃないちょっとした喜び。善玉菌の力を借りて毎日を好きなもので埋め尽くそう。悪玉菌を減らし善玉菌を増やす生活を続けていると、一日の中に大好きな時間が増えていくことに、身の回りに好きな人や好きなものが増えていくことに気がつくはずです。いつもの暮らしを以前よりも楽しめるようになって、自分の毎日を好きになれます。すると自己肯定感が上がり、自分のことも以前より好きになれます。これにはいくつかの理由があります。一つ目の理由は、悪玉菌が弱るからです。自分や自分の生活にあれこれと難癖をつけたり、悲観したりする癖が弱くなるため、その分、いいところに目が行くようになります。そしてもう一つは、自分を磨いている実感です。善玉菌を増やして悪玉菌を減らす生活は、特に始めた当初はなかなかの努力が必要です。その努力をわずかな期間でも続けて、前向きな変化を確認できれば、自分が誇らしく、自分を褒めたい気持ちになるはずです。最後の理由、ここが最も重要ですが、自分を愛することはイコール自分の生活を愛することだからです。自分の生活を肯定し、好きになることができれば、それだけで自分を肯定できるのです。人は自分の好きなものに囲まれていると、自分への愛を感じられるようにできています。大好きなものに触れている時間には、自分は大好きなものにふさわしい、素晴らしい存在だというメッセージを自動的に受け取っているのです。自分の生活に大好きを増やすためには苦労も手間もかかります。でもその手間が自分への愛をさらに深めるのです。あなたがあなたに手間をかけてあげればあげるほどあなたに愛を感じる。これって当然のことなんです。心と腸の働きってこんなにも似ているのかと驚いてしまいました。腸自体に善玉菌がいっぱいのいい腸内環境になってくれと言ったって、そんな風にはなるわけがなく、善玉菌に餌をやり増やし、悪玉菌の餌をやらず数を減らしていくことが腸内環境の改善につながっていく。ものすごく心と重なる部分を感じます。また、かきこさんのイラストによる語りがとってもわかりやすく想像しやすいのもいいんですよ。考え方や仕組みがそのまま可視化されているのですぐに理解できる。不幸でめちゃくちゃ落ち込んでいる方でも、私の人生こうだっけとグレーの時間をもやもやと過ごしている感覚の方でも、今日から実践できる、前向きになれる一冊だと思います。本動画では冒頭の考え方の部分をご紹介させていただきましたが、本書ではここから悪玉菌の減らし方や悪玉菌が存在する理由、善玉菌の育て方や善玉菌のシークレットサプライズ、心のフローラ論のポイント、実際にやってみた記録などが展開され、幸福と自己肯定感の関係についてを深く広く実体験を交えながら紹介されていきます。また、本書は現在、Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読むことができます。気になる方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。以前ご紹介した新しい腸の教科書、健康な体はすべて腸から始まるという本についても概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方は見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。